皆さん、こんにちは。優しい日本語のポッドキャストへようこそ。私はゆきです。今日のテーマは、日本の病院です。外国で病気になった時、とても不安ですよね。どうしよう。言葉がわからない。高いかな。たくさん心配なことがあると思います。でも、大丈夫です。今日のポッドキャストを聞いたら、日本の病院へ一人で行くことができるようになりますよ。では、始めましょう。まず、どんな時に病院へ行かなければなりませんか？例えば、朝、起きました。あれ、なんだか体がだるいです。頭が痛いです。喉も痛い。これは、風邪かもしれませんね。日本では、軽い病気の時、大きい病院へは行きません。家の近くや駅の近くにある小さい病院、つまりクリニックや診療所へ行きます。いろいろなクリニックがありますよ。例えば、風邪の時、お腹が痛い時、頭が痛い時は内科へ行きます。耳が痛い時、鼻水が出る時、喉がとても痛い時は耳鼻科へ行きます。目が赤い時、目がかゆい時は眼科へ行きます。肌に問題がある時は皮膚科へ行きます。もし、どの科へ行ったらいいかわからない時、まず内科へ行ってみてください。内科の先生が他の科を紹介してくれることもありますから、安心してください。今日は一番よく使う内科へ行くときの話をしますね。病院へ行くことを決めました。でも、その前に準備が必要です。忘れないでくださいね。大事なものが3つあります。1つ目、一番大切なものです。健康保険証です。これは緑や青の小さいカードです。会社員や留学生はみんな持っています。このカードを病院へ持っていくとお金が安くなります。普通は全部で1万円かかったら私たちは3000円だけ払います。とても大切ですから絶対に忘れないでくださいね。2つ目は在留カードです。あなたの名前や住所が書いてあります。これも一緒に持っていくといいです。3つ目は、お金です。日本の小さいクリニックは、クレジットカードが使えない場所が多いです。ですから、現金、つまり、お札と小銭を少し持っていきましょう。5000円から1万円ぐらいあったら、大丈夫だと思います。準備ができました。じゃあ、病院を探しましょう。携帯で、あなたの町の名前、内科と検索します。例えば、新宿内科のように、たくさんクリニックが出てきます。ウェブサイトを見て、診療時間、つまり、病院が空いている時間を確認しましょう。午前中と午後の両方空いている日が多いですが、水曜日や日曜日は休みのクリニックが多いですよ。電話で予約をすることもできます。予約をしたいんですが、と言ってみましょう。でも、予約がなくても大丈夫なクリニックも多いです。そのまま行ってもいいですよ。さて、クリニックに着きました。ドアを開けて中に入ります。ここからは、ステップバイステップで説明しますね。ステップ1、受付へ行きます。まず、受付と書いてあるカウンターへ行きます。そこにいる人に、こう言います。すみません。初めてです。初めてですは、I'm here for the first time の意味です。そう言うと、受付の人が、では、保険証をお願いします。と言います。ここで、準備した健康保険証と在留カードを出します。ステップ2、問診票を書きます。受付の人は、あなたに1枚の紙をくれます。
これが問診票です。問診票はあなたの体の状態について質問が書いてある紙です。名前、住所、電話番号を書きます。そして大切な質問があります。今日はどうしましたか？ここにあなたの症状、つまり体の悪いところを書きます。例えば、熱があります。頭が痛いです。咳が出ますのように書きます。いつからですか？昨日からですとか、今朝からですと書きます。アレルギーはありますか？もし薬のアレルギーがあったら、必ず、はいに丸をして、薬の名前を書いてください。なかったら、いいえに丸をします。漢字がわからなかったら、受付の人に、すみません。これはどういう意味ですか？と聞いてください。親切に教えてくれますよ。問診票を書き終わったら、受付の人に渡します。ステップ3、待合室で待ちます。問診票を渡したら、受付の人が、では、あちらでお待ちくださいと言います。椅子がたくさんある場所、待合室で待ちます。あなたの名前が呼ばれるまで、少し待ちます。あさんどうぞ、診察室、へお入りください。名前を呼ばれたら、診察室にお入りください。ステップ4、診察を受けます。診察室という部屋に入ると、先生、います。こんにちは。どうぞ、おかけください。椅子に座ったら、先生が聞きます。今日は、どうしましたか？ここであなたの症状をもう一度詳しく話します。先生は、あなたの話を聞いて、体をチェックして、病気の名前を教えてくれます。風邪ですね。お薬を出しますから、ゆっくり休んでください。わからない言葉があったら、すみません。それはどういう意味ですか？と、いつでも聞いてくださいね。ステップ5、会計をします。診察が終わったら、また待合室に戻ります。もう一度、名前を呼ばれるまで待ちます。アンさん、お会計です。受付に行って、お金を払います。健康保険証があるので、多分2000円から4000円ぐらいです。お金を払うとき、受付の人は、あなたに2つのものをくれます。1つは領収書です。もう1つ、とても大切な紙をくれます。それが処方箋です。処方箋は、先生があなたのために選んだ薬の情報が書いてある紙です。これがないと、薬がもらえません。絶対になくさないでください。日本では、病院の中で薬をくれません。病院の外にある薬局へ行かなければなりません。でも、心配しないでください。だいたい、クリニックのすぐ隣や、向かいに薬局があります。薬局に入って、カウンターへ行きます。そして、さっきもらった、処方箋を渡します。薬局の人も、初めての時は、質問の紙をくれるかもしれません。アレルギーについてなど、簡単な質問です。それが終わったら、待たずに座って待ちます。しばらくして、薬剤師さん、つまり、薬の専門の人が、あなたの名前を呼びます。アンさん、お薬の準備ができました。薬剤師さんは、薬を見せながら、飲み方を説明してくれます。こちらが熱を下げて、痛みをなくす薬です。1日3回、毎食後に飲んでください。毎食後は、朝ごはん、昼ごはん、晩ごはんを食べた後、という意味です。説明がわからなかったら、必ず質問してください。すみません。もう一度、お願いします。説明が終わったら、薬のお金を払います。だいたい、1000円から2000円ぐらいです。これで、
全部終わりです。お疲れ様でした。では、今日のまとめです。日本の病院へ行くときの5つのステップを復習しましょう。1つ目、健康保険証、在留カード、お金を準備します。2つ目、受付へ行くとき、初めてです、と言って保険証を渡します。それから、問診票を書きます。3つ目、診察を受けるとき、先生に症状を詳しく話します。4つ目、会計をするとき、お金を払って、処方箋をもらいます。5つ目、薬局へ行くとき、処方箋を渡して、薬をもらいます。薬の飲み方をよく聞きます。どうですか？思ったより難しくないでしょ。日本の病院の人はみんなとても親切です。あなたが外国人だと分かったら、ゆっくり話してくれたり、簡単な言葉を使ってくれたりします。だから、あまり心配しないでください。体が悪い時は我慢しないで、勇気を出して病院へ行ってみてくださいね。それでは、今日のポッドキャストのテーマはこれで終わりです。お聞きいただきありがとうございました。またお会いしましょう。